今回は爆弾パテを購入してくださった方向けに、爆弾パテの盛り方、あと、削り方、あと表面処理の仕方、これらのコツを解説していきたいと思います。で、一番最初に注意点なんですけども、この爆弾岩さんの爆弾パテは爆弾パテと言ってるんですけども、実際中身は UV レディレジンです。レジンなのでですね、素手で扱うとアレルギー性物質が入っちゃったり、あと空気中のアレルギー物質を吸ってしまって、レジンアレルギーがどんどん蓄積されて、それがマックスになると、ひどいアレルギーの症状が出てしまうことがありますので、必ずですね、扱う場合はこういったニトリル手袋ですね。100均で売っているこのペラペラのビニールのものではレジンを通してしまうとかっていう恐れがあるらしいので、ニトリル手袋っていうのがいいらしいんですけども、そういったものを必ずするっていうのと、あと空気中のアレルギー物質を吸わないように必ず換気をするという点ですね。空気中のものは換気をしてもどうしても吸ってしまいますので、さらに気をつけるのであれば防毒マスクをしてアレルギー物質を吸わないようにするのがベストだと思います。最低限このグローブをする、あと換気をするっていうのを必ずしてからですね、パテ盛りをしてください。道具の紹介ですが、盛るときに使う爪楊枝とレジンがこぼれてもいいように、こういう100均で売っているシリコンのマットですね、こういうのがあるといいと思います。レジンを固める UVLED のライト、こういうペン型のものと、100均で売っている330円のこういったものですね、があるといいと思います。削るときに必要なのはデザインナイフと紙やす、こういうヤスリですね、240番、400番、800番、これらがあるといいんじゃないかなと思います。作業を効率的にやるんでしたらルーターとか使ってもいいと思いますので、それは各自ですね、やり方を見て判断していただければと思います。では持っていこうと思います。これはフレッシュの肌のヘッドなんでノーマルを使いますね。でこれを開けますとこんな感じでなってます。ここにですね、本当はここにこういう感じでスポンジがあって蓋が開かないようになってるんですけども、このスポンジを取ってしまったとか、このスポンジがちょっとずれてしまってる時とかは閉めててもレジンが漏れちゃう場合があるんですね。その場合はその漏れた状態で LED を照射して固めましょう。そうするとパキパキに固まって漏れたレジンがペラッとめくれますので、もし漏れた場合はそういう対処をすると良いと思います。では開けてきますと、中身はこんな形でかなりドロッとした UV レジンが入ってます。爪楊枝でやってみるとこんな感じのかなりねっとりしたレジンです。色はこちらフレッシュの色に調色されているのでほぼほぼ似通った色ですね。あとセミホマも同じようになってます。で一番最初だけですね、混ぜた方がいいかなと思います。色を調色してるってことなんですけども、それが混ざり合ってない可能性もなきにしもあらずと。今までその分離してたり色が分かれてたことはないんですけども、一応ねこれを混ぜます。一番最初でこれを使うとですね、かなり盛りにくいので、この爪楊枝は一回ですねこちらで取って捨てましょう。で捨てるときはそのまま捨てるんじゃなくて、これちょっと避けといて必ず LED で固めてから捨てましょう。なんでかっていうと、この生の状態がアレルギー物質が結構出るっていうもので、固まると化学変化を起こしてアレルギー物質ではない素材になるらしいんですよね。ただ残留モノマーっていうものがあって、必ずしも 100% そうじゃないらしいんですけど、一応ですね、こう捨てるときは固めて捨てるっていうのが基本ですので、そのまま捨てるようなことはしないようにしましょう。はい、固まったのでこれで捨てます。機械ではこのパテを使って盛り方とかを紹介するんですけども、結構ですね皆さんこの爪楊枝をボトンとこの中に入れっぱなしにして盛るってやるんですけど、最初ですね結構入ってるのでこのぐらいまで埋まっちゃうんですね。そうするとパテの盛り方が大変になるんで、保管するときはこういうところにベタって置いてもいいですし、箸置きみたいなところに置いてもいいんで、
直接ですねこうつけて置いとくっていうのはやめましょう。やってもいいんですけど、多分パテの盛るのが結構大変です。どういう感じで持っていくかというと、このヘッドはつり目なので、ここら辺ですねちょっと多めにつり目になるように持ったり、この下の部分をちょっと持ってどうやってきれいにするかっていうのをやっていきます。盛る前にこういう粗いヤスリで表面を削って傷をつけてあげた方がパテが食いつきがいい。食いつきがいいか悪いかっていうのをテストしたんですけど、あんまり変わんなかったんで、これやるかやらないかはお任せいたします。盛るときは少しですね多めに盛った方がいい気がします。なんでかっていうと、ちょっとだけ盛ると先ほどの食いつきがあんまり良くないのでポロって取れちゃうんですよね。レジンが肌に触れる面を多くするっていう方がパテが取れないコツですね。盛るときはですね少量で形に合うように丁寧に持っていった方が最後のこの削りが楽になるので、そういう盛り方をお勧めします。以前の動画ですと板に持っててで形を合わせるってやったんですけども、メイク界ではですね皆様やっぱ丁寧なので細かくねこう形を作られてた方が効率が良かったっていう実経験からそういった感じになってます。こういう感じでちょっとね薄く今盛ったんですけども、盛ったらこれで LED がこちらのボトルにかからないようにこういう感じで当てます。爆弾パスタのレジンは結構早く固まるんですね。10秒20秒ぐらいで固まりますので、持ってる最中は何度も何度も LED を当てますので、10秒20秒当てたら次持っていきます。はい、第1段階、これでよしとすると、じゃあさっきのですね、剥がれるところをやってみようと思うんですけども、今こうヘッドを曲げてるんですけども、アイをセットするときとかヘッドキャップをセットするときのようなこの曲げ方ではそんなに外れるってことはないんですけども、これを極端にこうやって曲げるとですね、その量によってパキッといきますのでご注意ください。でこれ大丈夫ですね。爆弾パテさんは結構しっかりくっつくのであんまり取れない印象があるんですけども、あんまりこの接する面が少ないとポロッといっちゃう可能性もあるので、ちょっとね結構大丈夫ですね。はい、じゃあこれでですね少し持ってこうと思います。アイホールの裏にアイを当てとくっていうのもあるんですけども、これ少量で盛る場合っていうのはそんなに後ろに垂れないのでですね、アを当てる必要はないかなと思いました。で一度に大量に盛りたい人はこの後ろにラップで包んだアを当てておくとレジンが裏に流れ込むようなことがないので、そういうやり方もあると。でこれかなりこの粘度が高いんであんまり後ろにも垂れないんですけども、結構量が多くなってくると後ろにだんだんもう垂れてっちゃうのでこっちの方にダダダダ出てきちゃうんですけど、それはねそういう時はこう立ててこうやって持ってあげると裏に垂れることはないので、そういう盛り方をするといいと思います。あと持っていく時にこういう二重のラインが深いヘッドがあると思うんですけども、それを UV レジンで持った場合に若干ですね色の差っていうのが出るので、この二重のラインを消す場合はヤスリで消すとか電熱ペンで持ってあげるとか、そういったことをした方がいいですね。どうしてもソフビとこのレジンの素材の差っていうのが出てしまって境目がですねこのパステルののりが若干違うんですよ。
糊が違うというか、下地の色がね若干違うからそう見えてしまうだけかもしれないんですが、でこのパテで全部囲っちゃう、こういうちょっとやってみようと思うんですけど、こういうふうに全部境目なく囲っちゃうっていうんでしたら、これはこれでパテで持ってくやり方でもいいかもしれないです。いきなりヘッドでやるのではなく、何か適当なものですね、割り箸とか何でもいいと思うんですけども、そういうものでね、一回このパテがどんなものかっていうのは練習した方がいいと思います。では下まぶたも持っていこうと思います。下まぶたはこうまっすぐになるようにしてみますね。これは5番ヘッドで、以前メイクしたヘッドなんで若干ね削ってまっすぐにしてあるんですけども、アニメキャラとかは結構この下まぶたってまっすぐな場合が多いので、アニメのキャラとかを作るときはこのまっすぐにした方がいいですし、レンズなんかもこういうアイライン、アイホールのラインがまっすぐ直線的だとこうね男っぽく見えるので、そういう加工をするといいと思います。でこのほっぺたの盛り上がりのところを意識するのであれば、この手前にも若干ですねパテを持ってこのほっぺたの盛り上がりのところですねもう意識してあげると自然な感じの頬の盛り上がりになるので、ちょっとこんな感じでねやってみようと思います。で一番気になるのは、じゃあこんなにねパテ、派手のところにパテを持って境目がね目立たないかっていうところがあるんですが、これもねどんな感じになるかっていうのも見てみようと思います。でこういうところですね結構はみ出てくるんで、その場合はこの爪楊枝のですねこの腹の部分を使ってこう腹でこう擦る感じですね。そぎ取るっていうんですか。で余分なレジンをねちょいちょい取ってあげるといいですね。はい。下まぶたはもう少しだけ持って、今度裏面ですねを見てみたいと思います。もう森がだいたい完成したらしっかりね LED を当てましょう。この時は1分ぐらい当ててもいいですね。今ぐらいの盛り方ですとほぼほぼ効果不良は出てこないので、10秒20秒ぐらいを繰り返せば十分ですね。しっかり固まります。
でこの最後っていうのは今10秒とか20秒で中途半端な効果なんで、最後だけはですねしっかり効果させるっていう、そういう意味合いでやってます。はい、いいですかね。じゃあ次、裏ですね。裏はどうするかっていうと、ここに境目が見えますかね。メイクしてるからここにピンク色の境目が見えると思うんですけども、この裏にも少しですね持ってあげておいた方が、地面に接する量を多くすることでパテが取りにくくなるっていう効果がありますので、それをねちょっとやりますね。あまり盛りすぎると藍がね入らなくなるので、盛りすぎた場合は削れば大丈夫です。で下まぶたもちょっとねこちら辺からなもんでいいですかね。裏面はこの LED だと照射しにくい可能性があるので、こういうペンタイプの方がいいかなと思います。ペン型の LED ライト、何がいいかっていうのもいろいろあるんですけども、メイク界でですねスリコの550円のこういう LED のライトを持ってこられた方がいらっしゃるんですけど、それが結構ですね細くて小さくて電池1本でいけるので、それがいいかなと思いました。はい、こんな感じです。で爆誕パテさんのとってもいいところは、表面がですねベタつきがほとんどないんですよ。これがですね私大好きなところと、あと削りやすいっていうのとかもあります。色的にはほとんどセミフォアとかフレッシュは同じ色ですね。多分ここら辺見てもらうとあまり違い分かんないと思うんですが、ここはメイクをオフしちゃってピンクっぽい色が乗っかってるんで、ちょっと色差が出ちゃってるんで、なんか色違うなって思われてしまうかもしれないんですけど、この下まぶたぐらいがこの色の差ですね。ほぼ同じぐらい。はい、いろんな感じに仕上がります。足りなければもう一回盛ればいいんですけども、チェックポイントとしてはこういうボコボコがあるところとかですね、そういったところはこう平たくした時にくぼんでしまうので、そういう時は持っといた方がいいですね。でそれ以外でしたら、こういうアイホールのこういう厚みとかですね、こういったのをちょっと気にした方がいいかなと思うんですが、一番最初はとりあえず持ってみて、どんな感じかっていうのをつかむのが一番早いと思いますので、ある程度こう形が整ったら削ってみましょう。直に肌に触れてないので分かりにくいんですけども、手袋にくっついてベタベタしてしまって、それが気づかずいろんなところにですねベタベタしてしまうのをくっつけてるっていう可能性がありますので、アルコール製のウェットティッシュとかでですね手をこまめに拭くといいと思います。爪楊枝を乗っけていた場所にも生乾きの UV レジンがありますので、それはこれ LED を照射して固めましょう。固めたらその有害物質はもうほぼ出ないので、次は削っていくんですけど、今どんな感じで盛ったかっていうと、もう少しアップにしてみましょうか。こういう感じでちょっとね膨れてる感じで盛れてると思います。でこれを平らにして違和感なくしていくんですけども、最初はここをルーターとかでやると楽なんですけど、ルーターない方はこのナイフで少しずつ削って形を整えてあげます。でこの時にヘッドはね傷つけないように注意する必要があるんですけど、という感じ。ナイフで結構ね削りやすいのがこの爆誕パテの特徴でもあります。で削るのめんどくさいよって言ったらダイヤモンドヤスリで粗削りしてもいいですし、さっきの240番ぐらいですと結構削れるので、これで削っちゃってもいいですね。
ちょっとね、なるべく早送りはしないようにやっていこうと思うんですけど、で削る時のコツはですね、この表面は削らずに、パテのところだけにこうヤスリを当てて、パテを削るようにしていく感じですね。で最初はこんな感じで大きなこの凸凹を取っていくんですけども、この後にね、またこの境目をきれいにするっていう段階があるので、それはそれでまた別でやっていきます。紙やすはですね、硬いので角を使うと削りやすいですね。今ピカピカしているところがまだパテのままの状態で、ヤスリが当たってないところです。ここにくぼみがあるので、このくぼみをね解消するようにやるんですが、ヤスリを当てる時の力加減はほとんどですね、こう当てるぐらいですね。抵抗感がちょっとあるぐらい、ゴシゴシは削らないです。ゴシゴシ削るとこっちの側ビも削ってしまいますので、レジンだけが削れるぐらいの力加減にしましょう。でゴシゴシやってしまった時のデメリットっていうのは、レジンも削れるんですけども、側ビも削ってしまって段差が解消しないっていうのがよくあります。私も最初ね、そういう削り方をして全然このボコボコ感が消えなかったんですけども、このソフトなタッチの削り方をしてから、この段差がですねかなり解消できるようになりました。くぼんでるところに関しては追加で埋めなければ解消できないので、ここはですね、もう一回盛るとかそういうことが必要になります。意外とね、こういう目頭とかがね細かくてやりづらいところなんで、ここはね綺麗にやりたいですね。今も側尾側はほとんど削らずに、パテ側だけを削っているような感じです。こういう感じで見てみて、段差が、ね、あるかないかっていうのも目で見て確認しましょう。なんとなくなんかできたなじゃなくて、ちゃんとね目で見てね確認することが結構重要です。どうしてもねヤスリがけってねこう作業になってしまうので、なんとなく、ね、削ってしまう場合が多いんですけど、そうするとね削りすぎてしまったりとか全然削れてなかったりっていうことがあって、どういう目的でやってるかっていうのがご自分が分かんないんで、原因追求が結構ねしづらいんですよね。一番最初は凸凹を取って、この境目の段差を極力なくすっていうところを目標にやっていきます。だんだんパテが削れてくると、この側尾の表面と接するような感じになって、今ね側尾の面も少し傷ついた感じになるんですけども、そうなってくるとパテと側尾の肌の高さが合ってきたっていうことになりますので、まずねこれを目標にやりましょう。240番は意外と削れるので、盛りすぎてなければデザインナイフとかで削んなくても全然大丈夫ですね。ルーターもまあいらないっちゃいらないんですけど、意外とね紙やす高いんでね、私はケチなのであまりね使いたくないんですけど、今だんだん綺麗になってきてますよね。この表面のこのツヤツヤ感がほとんどなくなってきてると思います。でだんだん綺麗になってきたら、側尾の面にもヤスリを当てていくんですけども、側尾の面は削らずにパテだけが削れるぐらいの力加減っていうんですか、
パテの方が削りやすいので、一生懸命削ってるとパテだけ削れてしまうんですけども、今度そうしたらそうしたでパテがね少なくなっちゃうんで、パテ側がくぼんでしまうってことになるんですけど、今ねほんとポッと置いて表面をね軽くこするぐらいの力加減で、この面を使う感じですね。角のこういうエッジを使うんじゃなくて、この面を使ってパッたレジンだけ削るようなイメージ。この部分なんか境目がわからないぐらいになってきたじゃないですか。ここにねちょっとね凸凹感があるんで、ここを今削ってます。いや、削りの処理はこれぐらいなんで、盛り方を丁寧にするのがやっぱりねコツですね。でこういう上まぶたとかは結構ね形が複雑なので、一気にくぼみが埋まらないっていうのはありますので、これをねあんまり埋まらないようであれば、ここで一回ヤスリをやめてもう一回パテ盛りするっていう感じになります。こんな感じでいいですかね。でここら辺ですね、ゴミが結構ついてるので、ウェットティッシュ、これは何でもいいですね。水で洗ってもいいですし、私は災害用のお尻拭きが結構ね余ってるんで、それで拭いたりしてるんですけど、こんな感じで削りカスをきれいに取ってあげましょう。今ねここら辺とか見てもらうと分かるんですけど、ちょっとピカピカしてますよね。これはここにくぼみがあってヤスリが当たってないので、そのパテのテカテカが見えるんですね。なのでここにもう少しですね、ソフビじゃなくてパテも持ってあげて平たくしていきます。ここら辺とかもそうですね。ここら辺とかもそうですね。はい。で今度このパテを盛る時の今度コツなんですけど、パテを取るときはほんのね爪楊枝にちょっとつけるぐらい、それをここにね垂らす感じ、こうつける感じ、ほんとね少量で大丈夫です。でこのくぼんでるであろうところにパテをこうやってつけていきます。でこんな感じでくぼみにパテをつけたら、このまま硬化して削るとくぼみがなかなか解消できないので、この爪楊枝のですね腹ですね、でこうやってね余分なレジンを取っちゃいましょう。こういう感じで余分なレジンを取ってるので、くぼみにはまだねレジンが残ってる、そういう状態になるはずなんですよ。こうやってね余ったらもう取っちゃいましょう。こういうところにくっつけてきれいに取ります。
ういうところも余分なレジンは取っちゃいます。あれ取りすぎちゃったかなと思ったらね、もう一回持ってあげればいいので、ゆっくりやりましょう。ここはね、これがですね一つのポイントなんですね。で少しこう綺麗な肌のところにもちょっとね出てしまうんですけども、後で削ればいいので、出てしまったものは、いいです。そのままでもいいです。ただあんまりね、はみ出してしまうとそのまままた固まっちゃうんで、取り除いてあげるのがいいですね。でこれで、だいたいいいかなっていうところまでいったら、硬化する前に余分なレジンをここでね拭き取ります。これもポイントですね。でこの拭き取ったねレジンはね適宜に固めないといけないんですけど、あとは密封して、ビニール袋に密封して捨てるということをすればいいと思います。綿棒の方がもしかするとねやりやすいかもしれないですね。こういう感じでここで持ったところをこうなぞってしまうと、せっかく持ったレジンがなくなっちゃうので、はみ出たところですね。はい、これで一回硬化します。今度はですねこのまま削りをまた繰り返すので、1分ぐらいしっかり硬化させます。そしたらね削ってきます。削り方はさっきと同じですね。削り方はさっきと同じで、パテだけが削れる、そんなイメージで削っていきます。でこういうねはみ出たところは軽くこうなでてあげると、余分なレジンだけが削れてくれるので、傷が凸凹が埋まって綺麗になるはずなんですよね。でこの段階でまた凸凹が結構出ちゃうよっていう人は、先ほどの爪楊枝でこう埋めたり拭き取るところが十分じゃない場合が多いですね。ちゃんと拭き取らないと余分なレジンが残ってしまって、そのレジンが邪魔をしてまたね凹凸がたくさんできちゃうんで、さっきの爪楊枝でこうなぞって拭き取るところはきれいにね拭き取りましょう。何回かやってるとねコツつかめると思うんですけども、この
レジンの高さがソフビの高さと合うように、そういうイメージで削ります。で、私のこの盛り方っていうのは、ソフビは基本削らないですね。ソフビを削りながらね、形を整えるってかなり難しいので、もしそれが必要な場合は、事前にね、ソフビを削って形を整えてレジンを盛るとか、そういったステップを踏んだ方がいいかもしれないです。例えば1番ヘッドとかのこのまぶたの出っ張りとか、9番ヘッドの二重ラインのくぼみとか、そういったとこですね。ちゃんとなだらかになってるかなってないかっていうのは、この境目にテカテカした部分がないことですね。テカテカした部分があるっていうことは、ヤスリが届いてなくて削れてない状態のくぼみだってことが分かりますので。で、女の子キャラなんかは結構メイクが濃いので、レジンとソフビの境目を隠してメイクすることができるんですけども、メンズの場合はメイクする範囲が結構ね狭いので、どうしても隠しきれない場合が多いので、その場合はね、それをうまくなんかね活用するメイクをしていく感じになりますので、盛る時のポイントとしては、どんなメイクをするかっていうのをイメージして、そのメイクのに隠れるようなパテ盛りをしていくといいんですけども、なかなかね造形をねたくさん変えたいってなるとね、意外とそうもいかないので、今この目頭の部分はちょっと厚みが厚かったんで、今ね重点的に削ってます、パテの方を。で、削った境目がよくわかんないなって言ったら、このウェットティッシュとかでねこすって削りカスを取ってあげると分かりやすくなります。ここら辺なんか結構綺麗になりましたよね。ここら辺なんかまだちょっと残ってますよね。これは多分くぼみというよりまぶたの方が高いじゃないかなと思います。パテを削るときに力を入れて削るっていうのはほぼしないので、軽く軽く、常に軽く削ってあげれば、そんな大きな失敗とか綺麗にならないですよっていうのは少ないんじゃないかなと思います。メイク界でもそうなんですけども、この力加減がやっぱりね、説明だけですと伝わりにくいので、結構ねガリガリ削ってしまって一向に綺麗にならないよとかっていうのがあるんですけども、それは私が横で見てて力の入れ方が強いか弱いかっていうのは分かるのでですね、ここで指摘をこうですよって説明をするんですけども、どうしてもね動画をご覧になられた方ですとそこがね分からないじゃないですか。ヤスリってどうしてもね力を入れて削るっていう先入観があるんで、メイク界でも結構ね力を入れると思ってましたっておっしゃられる方もいるので、パテ盛りのヤスリがけはそうではない。ほんとね軽く置いてちょっとした抵抗感があるぐらいで、ヤスリが削れなくなったらここにねいっぱい面がありますので、スポンジを切って
使ってあげるといいですね。この目頭は綺麗になってない場合、凸凹が残ってる場合っていうのが非常に多いので、入念にやってあげるといいですね。ここは凸凹してると綺麗なまつげの先が描けないので、ここは入念にやりましょう。でこう見たときに、ここにラインが残ってるのがまだ分かりますか？ここに。ここら辺なんか境目がほとんどない状態。ソフビのね、色とパテの色で色の違いはあるんですけども、パテとソフビの境目がほとんどなくなりましたよね。で、これを見たときに、ここら辺は綺麗に表面がつながってるんですけど、そのつながってる綺麗なところの間にこういうね、テカテカしてる部分があるっていうのは、その面よりこのテカテカしてるところがくぼんでるっていうことになりますので、ここはパテを追加して盛るといいと思いますね。でここら辺なんかはね、もう少し削ってもいいかなと。ここら辺はくぼみですね。もう少しパテを盛りましょうか。ネジの方は結構綺麗になってきましたね。はい、ここまで綺麗になったんですけども、ここにね、ちょっとね、色の違いが分かりますよね。この目頭の部分と、ちょっとこの上の部分。これはくぼみがあるので、またパテを持ってきます。で、今度ここら辺ぐらいになると、パテをね、綺麗に盛るのが結構難しくなってくるんで、私はね、こういうものとか、綿棒とか、ね、ちょいちょい使ったり、いろいろ工夫するんですけど、ここの曲面に当てて、綺麗に拭き取りたいんですよ。それができるようなこうものを使います。ほんと少量ですね。少量したら余計なレジンをきれいに拭き取る。拭き取るって言ってもね、この綿棒についてしまってるので、あんまりきれいに拭き取れないので、綿棒を変えますね。これでね、ちょっと持って、これで持っちゃいますね。
余計なレジンを拭き取る拭き取る拭き取る。拭き取りながらこのくぼみがね埋まってるかどうかっていうのも分かるので、このねよく見ながらくぼみにレジンがちゃんとね流れてるか確認しましょう。これを丁寧にやればそんなに回数繰り返すことはないので、今の私の感じだとあと1回12回ぐらいやればいいかなっていう感じですね。ここのねコツがねなかなか難しいんですよ。難しいんですけど、このね綺麗に拭き取るっていうところをコツさえ掴んでもらえれば、このパテ盛りはほぼ怖いものはありません。さっきと重複するんですけど、なんで拭き取るかっていうと、その余計なところ、もう綺麗にしたところには本当はレジンを盛りたくないんですよ。で、削らなければいけないと思われるレジンはもうこの段階で拭き取って排除しておくっていうのが、この拭き取るっていうのの目的です。この拭き取るっていうのはね、削るっていうこととやってることは同じなので、固まってるより柔らかい状態のレジンを拭き取った方が楽ですよね。ここら辺ね拭き取るとね取れちゃうからね、なかなかねこれ難しいんですけどね。はい。じゃあまた固めて、削ります。で、3回目ぐらいからは240番を使ってると、本来のところもかなり削ってしまうので、400番ぐらいの番手をですね、上げていく感じがいいと思いますね。先ほどの拭き取ったレジンをデコボコをなだらかにするぐらいでしたら、この400番でもね、十分に削れますので、拭き方は同じです。当てるだけ。240番に比べると削れなくなるので、ちょっとね力を入れたくなるんですけど、ここはもう軽く軽くタッチとしては同じ、軽く当てて削る。でこれは全体的に削る必要はなくて、先ほど拭き取ってちょっとねザラザラっていうところをやってあげればいいので、
こういう全然持ってないところは削らなくて大丈夫です。もうかなり埋まってきました。ここら辺にちょっとねラインが出てしまってるなとか、たくさん削らなければいけないなってところはまた240番に戻して削ってあげるとか、それは臨機応変やっていきましょう。で何度も言うんですけど、ここで削ってるのはレジンです。ソフビは削っておりません。でこの処理をルーターでやるとレジン側が結構削れてしまうので、なかなかですねこの段差が埋まらないので、こういうのはスポンジヤスリとか布ヤスリ、あと紙ヤスリとかでやった方がいいと思いますね。で耐水ペーパーでやってしまうと削りカスが細かいので結構汚くなっちゃうんで、耐水ペーパーは使わない方がいいと思います。意外とねこの目頭がね難しいんですよ。難しいっていうか、このね削りにくいので平たくならない。だいぶ綺麗になってきましたね。目頭はボコボコ感がないので、あとはちょっとね段々がついてるんで、それをまあなだらかにすればいいかなっていう感じですね。あとここら辺に
若干色の違いがあるというか、テカリがあるんで、ここはまだ段差がまだ若干残ってるところがありますね。消えてきましたね。こう見た場合に、今レジンをきれいに拭き取ってるんで、この周りに余計な部分がないと思うんですけども、ちょっとね段差的なものがあったら、そこはねレジンを拭き取るといいと思います。かなり綺麗になってるんですけど、上まぶたは色の違いはあるんですけども、この持った境目がほぼなくなってますね。ここにちょっとまだね白いのがありますね。目頭はねやっぱり難しいので、ここにねちょっと拭き取った後だと分かりやすいんですけど、少しこのなんかこうありますよね。なんて言うんでしょう、削りのこのなんていうの違いっていうか、メイクに影響ない部分であれば全然大丈夫ですし、さっきの艶消し、この今の、ね、水分が乾燥してしまえばほとんどわかんないんで、アイホールのこの周りをやっていこうと思うんですけど、アイホールの周りは少しね厚みの薄いものとかそういうのを用意するといいと思います。大きなものでしたらね、これナイフで削ってあげてもいいんですけど、ナイフで削る時も本当に表面をなでるぐらいでこのナイフで切るっていう感じじゃないですね。刃でね削る感じ。ダイヤモンドヤスリとかの棒ヤスリでもいいと思うんですけど、そうするとねヤスリの傷がついちゃうと思うので、ここはあまり棒ヤスリとか使わない方がいいかなと。大きなね削りとかはねそれでもいいと思うんですけど、でこのね境目ですね、目尻目頭なんかのこの側尾の境目がこういうところに完璧に出るところっていうのは段差ができやすいので、ここも段差ができないように軽く削って段差を見えなくする。これねコツをつかめばねほんとね結構簡単なんで、とにかく丁寧な力加減ですよね。全てにおいてこのナイフも、ね、ほとんど当てるだけな感じなんで、かなり綺麗になってきますね。はい。じゃあ今度裏ですね。裏もちょっとね削った方がいい部分があるんですけど、アイサイザーがあればアイサイザーでね粗い削り、でっこぼこの出っ張ったところの側尾じゃなくてレジンを削る感じ。で私これね切ってあるのはわざとこれやりやすくしてるとかそういうんじゃなくて、ドリルにセットするためにこれ短くしたんで、真似して切らないようにしましょう。
めっちゃ使いづらいです。でこれで出っ張ってる部分が削れれば藍が入っても大丈夫かなと思うんですけど、それはね、藍をきちんとセットして確認をしてみましょう。裏面を削った後はこういう藍をセットしてみて、レジンの出っ張りとかがあったりすると隙間が見えるので、それがないかどうかを確認しましょう。今ね、これね、ちょっとね、レジンの盛り方の問題で隙間が空いてるんですけども、これもそんなに下から取ることはないから、これでもいいかなと思います。そうですね、これで終わりかな。大体これで終わりですかね。おさらいをしますと、ここに見えるラインは、ヘッドの色とパテモリの色の差ですね。私はこれメイクオフをしてるんで、若干ね、ピンクがかってしまって、ちょっとね、色差があるんじゃないかって思われてしまうんですけども、ここはメイクの色が残ってるってところですね。色差がないっていうことが分かりやすいのはこの部分ですね。この部分はピンクに塗ってないので、元々のソフビの色なんで、これパテ、ここら辺を盛りました。表面にも少しパテを盛ったんですけど、境目もなく、色もほとんどわからない感じですかね。お影にしてもね、もう見えないっていうのはかなり綺麗だと思います。で、この目頭も若干ね、ボコボコっていうのが、ボコボコというか、この削ったこの波があるんですけども、今それもね、ほとんど見えないので、こんな感じの処理をすると、パテ盛りの表面処理が楽なんで、私は今解説しながらやってるんで、多分50分ぐらいかかってるんですけど、このぐらいのアイホールの盛りですと、盛りは5分の削りは10分とか、そのぐらいで、10分ってことはないですかね、削り20分だとしても30分ぐらいで結構できるんですよ。もう優しく削って、表面をなだらかにするっていうことをしないで、持って削って持って削ってってやると、なかなかねボコボコ感が取れない上にいろんなところを削んなきゃいけないんで手間なんですけど、こういうやり方をすればパテ盛りがやりやすいので、是非ですね、この優しく削る、あと拭き取るっていうですねコツをつかんでもらって、うまくこの造形に生かしてもらえればと思います。じゃあ最後にこれに艶消しスプレーをしてパステルを塗った時にどれぐらいのね色の差が出るのかっていうのを試してみたいと思います。じゃあこれでですねパステル塗っていこうと思います。分かりやすい茶色でいきますね。わざと広範囲にね塗ってます。ここら辺分かりますか？もともとソフビだったところは色がちゃんとついてるんですけど、この盛ったところがですね、なかなかこのパテが定着しないっていうんですかね。艶消ししてるから表面の状態っていうのは同じじゃないかなって思うんですけど、艶消しスプレーをいくら拭いてもね変わんないんですよ。このアイホールの上なんかは色の違いがあるから、こう見えるっていうのはあるかもしれないですね。下なんかは意外と綺麗に境目なくできてるんで、艶消しはねしっかり結構しっかり拭いてます。表面がちょっとねうるうるするぐらい、
下なんかそんなに境目できないですね。ちょっとね、もう少し範囲を広げてみますね。あれなんか綺麗だな。でもやっぱりこのレジンのところの方は少しね、明るいですよね。こういうね、ちょっとだけね、色の差が出ちゃうんですよ。これいろいろ研究したんですけど、ちょっとね、解消してできないので、メイクでなんとか、ね、ごまかすところではあるんですが、こんな感じ。でもそんなでもないですか。動画で見るとそうでもないですね。でもここね、ここの部分の差がやっぱり出てますよね。はい、なのでこれはちょっとメイクでカバーっていうところがあります。段差はないのでパステル塗っても違和感なく、メイクした時も多分違和感なくできるので、はい、これを試してみてください。私から今回購入してくださった方メインで動画を作ってるんですけども、バックタイマーさんから直接買った方もどなたでもいいので、盛り方とか表面の処理の仕方とかそういったところを分からなければ DM いただければいいですし、 DM ちょっとしづらいなっていうことであればプロフィールからのリンクでマシュマロも飛べますんで、マシュマロから質問してくださっても全然構いませんので、是非ですねこの爆誕パテで、綺麗なヘッドを作れるように頑張ってみてください。はい、長々と説明しましたが以上でございます。次の動画でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバーイ。